もしかしたら太極拳の暗殺拳だったのではないのかな。边手红锤。ウィーバはい、どうも現代忍者だけです。ニンニンぴょんぴょんということでね、朝ね、太極拳をやられてる方が多いんですよ。太極拳って言えば、たくちゃんどういうイメージ？みんなのイメージだと健康、気の流れを良くするための健康。健康法でみんな、年配の方たちがやってる、けどさ、年配の方たちってさ、ハードなトレーニングすると体壊れるじゃん。だからゆっくりと呼吸やってやる方が体壊れないじゃん。だから太極拳ってすごくいいなとは思うよね。太極拳の歴史って長いじゃないですか。長い。もしかしたら太極拳も暗殺拳だったのではないのかなと。で、今日私、そのプロの太極拳のもう大先生ですよ。そんな方いるの？いるんですよ、大阪に。で、その方に今日来ていただき、太極拳を掘り下げたいなと、そういう企画でございます。俺も詳しくはなかったから、太極拳のことを、もういるじゃん。達人だわ、太田。なんでわかるんだよ。ゆっくりとした動きが、するってことが一番難しいのよ。早い方がごまかしが効くじゃん。ゆっくりとした方が体のライン、そして呼吸の仕方があるんだけど、これはもう達人の方だと思う。確かに素晴らしい。はい、ということでたくちゃん、今日の先生は太極拳の大先生でもある龍先生に来ていただきました。よろしくお願いします。龍先生、今日わざわざ来ていただきましてありがとうございます。龍先生、我々一般人はですね、太極拳、朝の健康運動、気の流れを整えるための体操っていうイメージなんですけれども、ただ歴史深いじゃないですか。そうですね。ちょっと太極拳とは何なのか教えていただけませんか？まず小田さんが言った通り、健康のためはまず第一、太極拳も武術の一つの種類なので、強い心を作る。で、太極拳は実際もともと激しいなんですよ。激しい動きをしてる。そうなんです。ちょっと待ってください。太極拳って先生、激しい動きなんですか？もともとは戦うための太極拳なので、やっぱり遅くすると負けるんじゃないですか。急にガーンっていうのはあります。だんだん養生のためにみんなは優しく作られたんですよ。じゃあ本当に健康にいいんですがって、実際本当に健康にいいんです。なぜかというと、気候法、工夫する時にはお腹を出すっていう、それはね、太極拳の基本。呼吸法でいうとヨガも似てるのよ。俺ヨガやってるので。やりたい。ヨガもやっぱ健康法じゃん。ね。で、もともとはシャナ王国の殺し合いが準備体操で使ったヨガだから。じゃあ、太極拳が何年ぐらいからそのちょっと健康体操みたいになられたんですかね？昔はほら実践だったわけじゃないですか。作った後に中国の国民たちの年齢的にね、やっぱり30ぐらいで、病気とかいろいろだから結構ね、弱いの体が。で、鄧小平っていう人が1978年9年ぐらいに上がった時に、上のトップになった時に、やっぱり太極拳は一番健康的にいい。それで日本も日中友好にしてから太極拳がメインになったんですよ。やっぱりカンフーっていうのはね、ちっちゃい頃やらないと飛べれないし、柔軟性も違うから、太極拳だったら誰でもできるっていう、それで優しい誰でもできる太極拳を作りました。今は日本人でも朝ね、太極拳でこう体操されてるぐらい浸透してるわけなんで、朝公園でやるっていうのイメージでしょ。やっぱり朝はね、陽が上がる時だから、それで朝から太極拳をやる、呼吸法をしてっていうのは健康的です。先生は武術をもうね、何十年もやられてる大ベテランなんで、太極拳以外にもなんかその武器術とかにも長けてるって。剣、日本の刀みたいな。見たい先生。先生今日持ってきてます。持ってる。見してもらうよ。タクチャンネ世の中にはさまざまな武術や格闘技があるが、それを極められるのは全体の 1%。 選ばれし存在、それが1%。
してください。はい、何を見これていただけはね、はい中国語で太極拳、日本語だったら太極剣。ちょっと太極剣やってみようかな。はい、見せてください。お願いします。自分で作った動作なんで。はいはい。こんな感じです。さくちゃん、どう？先生、こはいっちずっと2本指にしてるのなんはい、でですか？これはチエンジと言います。チチエンジ、はい剣の指。で、もともとこの剣の指はチエンジは武道、こういう分かったの。ライライキョンシーズとかさ、はい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 キョンシーのさ、うん霊言同士こうしてるじゃんいつも。あ、そうですそうですそうはい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 。です。ただの飾り物じゃないんですね。はなんか使います。こういうちなみになんですけど早いやつは、なんで今の剣先ちょっとこれはゆっくり太極剣だから動きははいゆっくり、正直ゆっくりの方が、はいさっきタクも言ってて難しいんですよ。あ、はい。バランスを取れないし、はい勝手にこう上げてゆっくりするのは難しいです。はい。で先生の今の実は太極で剣やってるゆっくりとした動き、その水のような滑らかさ、あと刀の向き、はい全てが素晴らしかったです。そう指の動き、特にはい刀じゃない方、刀に目行きがちだけどやっぱりこっち側のそうそうそう手のバランスとかもうすごく大事です。素晴らしい。はい先生、じゃあはい見せていただけますか。はい、はい見せたいんですが、はい。この衣装は太極拳の専用のはい服なんですよ。あとはい長いから剣とか武器を持つとちょっと邪魔なんです。はい。短いの変身したいんです。あ、じゃあ着替えていただいてはい見せてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はいたくさん。先生、衣装チェンジして。衣装チェンジということは、より戦闘的にそ激しくなるということで、うん着替えられてうん来られました。こちらです。じゃじゃーん。うおやっー。ぱそれがなくなってるってことがそういうことだからね。そうそうそう、邪魔するからね。だから短い、うんと服もしっかりちゃんと締めるっていうのはあります。オッケーかな。結構ね激しくてこうするから。うわー、かっこいい。はいはい、ありがとうございました。はい、どうだった？やっぱ先生これが長い分またさらにね、そうこの使い方もこれは相手にね首にね私は首に巻かれますねで次こうおお、ていうのはもっとやっちゃってください。うん子供たちが多いので、太極拳の月があるんですよ。太極拳の月ちょっとあなたもらってくださいよ。いい、まあもらうかもらわないか一回事務所行こタクチャンネでは先生、はい今公演で見せていただきましたけども、はいすごかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。う。さっきさ、ちょっとね拳でポンって当ててもらった時あったのね、はいはいはい。もちろんカメラ映ってない時にね、はいこの小柄で可愛らしい手で痛くないでしょと思うでしょ、はいもうそこから違ったからいやだからたくちゃん、達人あるあるなんですよ。じゃあ今からね、先生に太極拳のね、はいそのね賞ってもらうんだけど、はいはいはい。その前に、はいいつも通り、はいファンタジー委員会が出てくるということでいや、いいです。今回はいらないです。ファンタジー委員会出てこないと、はいやっぱ劉先生の強さが、伝わりませんよね視聴者さんに。伝わってます。視聴者にあ、じゃあやらないんだね。やります。先生じゃあお題にはさっきのこっちのバージョンおこ願いします。れ珍式の太極拳の一つ種類で連手本锤っていう名前になるんです。そうです。普段は私たちねどっちでも足はどうでもいいから。はいはい。で
はい最後にこのちゃんと締めて、こういう感じでね、っていう感じです。これは多分20割。これ20%ですか？全然力まだパーンっていうのはしてない。先生失礼なんですけど体重もそんなにお軽いじゃないですか。そんなにないです。はい。ようこんな突き腕もだろだろうたいやちょっと浸透系よ。めちゃめちゃちょっとでも痛いのよ。これ視聴者の皆さん本当にガチで痛いです。不思議だよね。じゃあもうもらっちゃってもう先生、今僕のはあれ拳だったわけじゃないですか。先生この焦点は浸透もいくからね。これ気持ちいいぞ。よく中に入れてんじゃないのって言われるんですけど、ちょっと皆さんのためにね何にも入れてない。何も入れてなくてタンで膨らましてください。ここまではい引っ込めてください。はいでタンで入れるとこれが普通。はいかわいい。先生、はい。グーとパーどちらが強いんですか？強さっていうよりは、パーの方がちょっと優しい。これなかなか一本ってね。これ痛い痛い。ずっとそれで繰り返してもらってんだよ。じゃあパーの面で先生坂口にダメージをドーンとオッケー与えちゃってください。オッケでは先生よろしくお願いします。ー。はい。開けちゃった。いやー、掘ってて分かりました。さっきはちょっと練習用みたいな練習だったけど、今のは来た方ちょっがとスコーンってきましたね、中に。タクちゃんどうだった？だから面白いね。中国憲法独自のなんだろう、過激のこれは本当に感覚の。私たちこっちは腰っていうね、はい腰からの筋。これね、丹田ね多分なかったら結構ダメだと思う。臓器これは浸透系なんですか？だけどね、ただの浸透とまた違う不思そうです議。ね。今はちょっと八極拳みたいな動きで、太極拳だったら優しく浸透で、ここからね。おー、本当に優しいだろ？優しい浸透。優しいでしょ？今はちょっと痛くないでしょ？太極拳みたいな感じだった。そう、さっきのは八極拳っぽいで、今のは太極拳。で、さっきのこうしたかったやつも、これも太極拳の中の珍式太極拳。タクチャンネル。タクちゃん今日いやー先生と楽しかったですよね。楽しかった。はいで、俺この後ちょっとご飯来たから気持ち悪くなったけど、けど本当に先生とお会いできたことでまたこの中国憲法でね、まあ太極拳って全部そうなんだけど、またそこに対しての興味をまた持ちましたね。もともとね、やっぱジャッキー・チェンが好きだから、一緒ね、邪剣、水剣、ボロー剣っつっていろいろある中で、それも興味があったんで、先生を通じてまたこういろいろな先生にまた中国の達人の人たちとか紹介していただいたり、また先生にまたいろいろなやつをね学びたいなと思うので、看板大阪大阪遊びに行きますんで。先生から武術の魅力とは一言何ですかね？健康で美しく。健康な心と体があるから武術ができる。そう、中から美しく。はい、ということで視聴者の皆様、先生の方概要欄にリンク貼っておりますので、先生とコラボがあるやってるんだよね。はいこの後俺撮るから皆さん先生のこのチャンネルの方に来てください。このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします。はいそしてありがとうございました。お願いします。ありがとうございます。ウィーバー